児玉光夫さん、当時12歳。爆心地からおよそ850メートル離れた雑魚場町の県立広島第一中学校で被爆しました。閃光を感じた瞬間、大きな火柱を見たといいます。倒壊した校舎から必死に抜け出したものの、迫る火の手から友を救い出せませんでした。必死に助けを求める被爆者たちの姿を忘れられないといいます。60歳を過ぎ、がんを何度も発症。闘病が続いています。命ある限り、放射線の恐ろしさを訴え続けていくと語ります。その日の朝の快晴のもう見事な雲一点もない、その空もはっきり覚えています。朝礼はいつも7時半に始まるんですが、その7時半の始まりというのがちょっと10分くらい遅れて始まりましたかね。その朝礼で私が第16学級、土井君は第15学級だから6学級全部であったんですが、奇数と偶数組に分かれて作業班、奇数が作業班、偶数は一旦夏ですから交代制、1時間交代制でやりますから、そういう交代のための教室で待機しろということで8時15分を迎えたということですね。最初に来た飛行機から落下傘が落とされた。ああ、落下傘が落ちたって言って、私の友達が窓から覗いて「おい見に行こう、おいビラを開いに行こう」と。しかし実際はそうではなかったんです。その落下傘につけられているのは今原爆資料館にもありますが、ラジオゾーンで爆発測定装置と言ったらいいんでしょうか。その爆発測定装置、当時原爆のこれは今だからこんなこと言えるんですが、ウラン235は非常に起爆さす装置そのものをアメリカも苦労してたようです。ですから確実に爆発したかどうか、それを測るために彼らは落とした。その落下傘を「おい落ちたぞ」って。で私もその友達に連れられて外に出ようとしました。しかしちょうど教室の真ん中に、私はしかし当時からチビでしたから南側の校舎の前列方面におった。それが彼と一緒に外に出ようとしたんですが、教室の真ん中へ来るとちょうど漫画本といったらなんですが少年クラブです。それに人だかりがわーっと5、6人してる。それに目が止まって、私はその方に行って「おいわしも見せろ」と言ってぐっと腰を突っ込んだ途端にピカーッときたんです。だから本当に外へ出とったら大やけどで命がない。南側の窓際におったらガラスがぶわっと刺さってとってもじゃない。大きな大きな私は火柱を見たんです、左側の目で。そうしてその火柱というのは実はまあ原爆とは思いませんが直撃弾だ。実は私が気絶したんです。みんな気絶したようです。それが5分なのか10分なのかは今でも分かりません。とにかく気絶して、そしてみんな同じように、気絶から目覚めたようです。それでその時に教室内ではもちろんぺっしゃんこですよ。もう木造校舎はもうぺっちゃんこだからつっかいになったのはこの腰掛けと教室にある机ですね。それにほとんど柱が降りた。だから柱の下の教室と腰掛けの空間にちょうどうまく挟ったものは OK、 命は。ところがそれに間に合わなかったものは柱で首を絞められて事切れたもの、そうしてまた
中には私見ました、気の毒に頭がちょうど柱と柱の間に挟まって脳みそが出たものおりましたけども、そういうことの前に気づいたらみんな「おい助けてくれ」の声が出る。そうすると私も実は「助けてくれ」の前に私も叫んだと思うんですが「落ち着け、やがて救助隊が来るよ、何言ってんだよ、間もなく来るから頑張れ」っていうような激励を出したように。というのはもう一中の校舎の我々の校舎だけはやられたと思ってますから、そうこうするってもじっと待っとってもそんな気配は一つもない。それで私がほっと見たら上に薄明かりが見える。その薄明かりは天井板が襲ってるから天井板をバリ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 破って、そうして慌てて外へ出ようとしたらぐざっと五寸釘が柱に刺さっとったのがあったんでしょう。それが刺さってぐーっと腰を落としてその五寸釘を抜いて流れ打ちはそのままに外へ出た。外は真っ暗で何にも見えん。これはどうしたことじゃいと思ってふっと見ると太陽はおぼろ月夜のようで、その異変には全く驚いたというのがその第一印象です。とんでもない中がないどころか中電ビルから炎が出だした。それにびっくりするとみんなが「おーい」ってうなってる声も近いに聞こえる。そうして私も慌てて一人ではあるんですが微力であっても肩にかかっとったたるきを取ってやったり足を挟んでる棒を持ち上げてやったりして56人の生徒を引っ張り出しましたかね。それでしばらくすると今度はまた漫画本持ってきとった彼が「おい首んとこへ押さえたるこの柱取ってくれ」っていうもんですから、1年生ともあろうチビの非力とはいえああいう場合のバカ力ですか、よくぞあのたるきが折れたなと思いますが、たるきを折ってそして彼を引っ張り出した。この漫画本を持ってきとった彼の本当おかげでわしも助かったんですが、で彼と2人で今度はまた5人6人と引っ張り出しましたかね。そして彼がやがて「おい助けを呼んでくるよ」と一中だけやられたと思ってますからお互いに。行ったきり彼も帰ってこない。そこでまたちょうど見た風景が私の親友がトラスという屋根を支える柱があるんですが、それに吹き上げられて柱が挟って、そうしてそのトラスにぶら下がってるんですが毛が一つしてないんです。ところがその柱を取ろうとしてテコを作ってうわーってやるんですが、テコの原理でも柱がびくともしない。それで私がとうとうテコが折れてしまって諦めて「おいちょっと待てよ、助けを呼んでくるけんの」と言ってその後人影が見える東の方にプールがありましたから。プールの方に人影が見える。その人影を頼りにそこへ行って見ました。そこはちょうど作業班に先に行ってた市役所の裏に行ってた生徒がもう炎天下何の影もないところで直接焼かれたんですかね。距離が1100メーター前後でしょう。ちょうどそういったところで今でもそこには日が立ってますが、そこで焼かれた生徒が水を求めてプールに帰ってきた、その風景だということが分かったんですね。我々の友達がそこで焼かれてとぼとぼとグラウンドを越して水のあるプールに来た。
まあだからプールはもうごった返してプールの水も茶色になってました。でまた水道管が破れてそこから吹き出る水を貪るように取り合う生徒の姿も見られました。で中には服にブスブス煙が立ってる。その立ってる煙を転がってた戦闘棒で水を汲んでかけてる風景もありました。まあだからそういう状況でとってもまともな健全なものはいないということを改めて知って、また彼を助けるために50メーターぐらい離れていたでしょうか、つり下がってる彼のもとへ帰っていったということですね。校舎のところへ戻ったらちょうどクラスの窮地をしてた彼が窓際におったもんですから、それがまあガラスが頭吹く顔にうわーっと刺さってハリネズミのようになって血を流してるんです。特に頭の血はひどいですから、頭の血がとぼ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 って血のりになってる。それを防ぐために彼はゲートルを巻いてるんですが、とってもじゃあね、それぐらいでは血が止まらない。そういう惨状を見て彼にもとにかく一緒になって彼を助けてくれとまあいう頃に、彼もそれはもちろん助けたいんですが、やがて火がだんだん迫ってくる。そうして煙がずっと西の方から東の方に一中の方にずっと襲うてくる。それでこの煙が校舎の下に押しつぶされた状態の生徒の匂いというか煙の匂いを感じたんでしょうね。で彼らも皆覚悟したように「広島一中万歳、天皇陛下万歳」を最初に言いましたが「天皇陛下万歳、広島一中万歳」、それから今度は観念したように「君が代」を歌い、そうしてやがて一中の校歌があるんですが、その一中の校歌「離情の夕べ雨白く花爛漫の色あせて」、まあ彼らとすれば憧れて入った一中の校歌ですから、それを自分の死に様の最後の歌にしようと思って、まあこれは立派なもんです。今の人々にちょっと言ってもピンとこないかもしれませんが、まあ、そういう場面を私出くわして、それ以上にそこで断腸の思いで彼らを助けられない、申し訳ない気持ちで本当に申し訳ない、許してくれと叫びながらその場を去った思いは、辛い思いはあの当時の思いと今も全く変わりません。檜山の方に逃げようと思って、まず今では国体寺町と、当時は雑魚場町と言います。そしてそれから東の方向には竹谷町という、そこに親戚があるし、その竹谷町にちょうど行こうかな、檜山竹谷町経由で檜山に行こうか行こうと思ったんですが、その時にパッと気が付いたのは、ずーっと広島市が全部潰れてるな、これはなんちゅうこっちゃと、こんな爆弾ってあるはずないなと。それで今度は日赤の前に出ますと、まあそこには300メートル200は以上あったですね。300メートルの以上の人々がみんな真っ赤に焼けて、そうしてこの手を前に突き出して、これからボロンを見なたれてる。よく見るとそのボロンのいうのは焼けただれた皮膚なんです。皮膚が反り返ってこの爪のところで止まってる。まあこの姿を見た時に、うわお気の毒にこれはどういうこっちゃろうなと。そうして私も逃げるためにはその行列の中に入りました。そうしてやがて入って南の方に
というのは電車道路をずっと行くと御幸橋にたどり着くんですが、その方向に私も一緒になって、それでその時にまたびっくりしたのが、ひょっと見ると横の青年が、目玉を飛び出した青年がその自分の目玉を手のひらに受けて、こちらにステッキを持ってとぼ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 歩いて、気の毒にと思って、私もすぐその青年を擁護するように、そうしてサポートしながらずっとしばらく歩いた。そこでまた見た風景が、こちらの方には赤子を救ったんでしょう。自分の背中は真っ赤に焼けとるのにもかかわらず、赤子におっぱいを飲まそうとして日陰のところでかばってるんですが、やがてお母さんも死んでる。そうして行列の中に兵隊の行列もありました。閲兵式でもしてたんでしょう。きちんと帽子までかぶって。でもその兵隊が拳銃を杖にして歩いてる。当時我々訓練を受けてた、教練を受けてた我々にとって拳銃を杖にするなんてもう考えられない体罰もんです。そういう風景を見た時に、これはもう日本負けたなと思いながら、ずっと御幸橋まで歩いていく時に、足をパッと掴むご婦人に会った。そのご婦人の目と私の目があって、その憐れみをこう、なんとも私としては申し訳ないという気持ちがあった。そこで私が御幸橋にたどり着いて、そこで長い行列が散らばってった。それは一つは、ちょうどそこに簡単に用途賃金置いた缶と、それから油を置いた缶、それをやけどした人をつける、傷した人は用地につける、そのグループと、それから今度はやけどしてやりきれんから川に入る。でも私はもうその頃、前からですが、学校の出る時からですが、嘔吐嘔吐嘔吐を繰り返して、もう体は衰弱しきってた。これは後から学者先生に教わったんですが、そりゃよう歩いたの、お前放射線が至近距離であんだけ刺さっとりゃ、臓器がそれはメタメタになっとったはずだと。内部の臓器が出血したりして、これは後から分かることですが、小腸の樹毛というのがありますが、消化する水の栄養、それらも全部ずれ押しとったようですね、放射線で。ちょうど家に帰ったのが10時を過ぎた頃か11時頃だったかははっきりしませんが、そこで妹が一人疎開先で待ってくれておりました。お兄ちゃん帰った言って、泣いて喜んだ。それでお母ちゃんがあんたを探しに広島に行ったよと。そして広島に行ったそのお母ちゃんが帰ってきたのがちょうど翌日の夜の2時頃だったようです。そして2時頃に私と久川から一緒に帰ってた土井君のお母さんと一緒に探して、帰ってきた。で私が帰ってきたのを見て、またこれも泣いて喜んだということがあります。それであと父がですね、これが運がいいことに逓信省の白島の逓信省に勤めてたんですが、それが前の日から福岡に出張してたんです。だから福岡に出張してたがために助かった。もちろん翌々日には施設復旧のためには帰ってきましたが、そういうことで私も家に一応はこういう被爆しながら帰ったんで、家族4人全員が無事だったという幸運に恵まれました。疎開先で私が
3日3晩もう前後不覚で眠りについて、ちょうど4日目の日にいとこが来て、いとこが「おい、健康の行っとる友達が帰ってこんのじゃが広島案内してくれ」って、おっしゃ行って広島駅まで行った途端に私がまた具合が悪くなる。嘔吐嘔吐を繰り返す。まあ当時学者先生に聞くと「お前があの当時の風景を思い出したから具合が悪くなったんだ」。いや、もう一方の先生は原爆放射能、残留放射能のせいで敏感に体がそういう反応したんだろうと2つあるんですが、まあどちらにしても私は今でも残留放射能のせいだと思ってます。私は幸いに60歳で初めて手術をしたんですが、友達は一番最初は高校2年の時、野球部の生徒が鼻血が止まらなくなってバケツ1杯半か2杯ぐらいの血を出して死んでいきました。その原因が何か当時は医者はおろおろするばっかりで分からなかったそうです。それから今度出てきたのが大学4年を立派に終えて卒論も通って卒業式を出ることなく白血病で死んでった。その頃から次に白血病、その他いろんな部位のがんいうもので死んでいく。また子供、結婚した者も子供を残し妻を残し、そうして一人死んでいくという、そういう事例も聞くようになってきましたね。私がそういう中で私一人が全然がんにもならないし、もう何の病気もない不思議だなと思ったのが、実は60歳の時まで私は元気だったんです。その時に実は東京におったんですが、東京勤務から広島に帰らされて、それで広島に帰った途端に至近距離1キロ以内の被爆者だから強制的にちょっと検査しようと。その検査がありがたかったんで、今で見りゃちょうど大腸、直腸ですが直腸に2箇所ポリープステージ4ステージ3のがんが見つかった。今度は64歳かな、胃がん。それから65歳の時に今度は皮膚がん、それから70歳の時に甲状腺がん、次から次にがんにかかり、とうとうわしも来たかいということで、幸いに本当に60歳まで友をそういうふうに見とるばっかりで、私には何にもなかった。ありがたいというか、なんか運命づけられたというような気もします。だけども今がんはここの左腎臓に抱えてます。これは今切るのは今躊躇してるよりか、今は切る気がありません。医者とも相談しながら今県病院で見つけていただいて、県病院の医者はあんたの一部を尊重しようで、今実は広大に移されたんです。で広大の主治医もあえて私が手術したくないって言ったら分かったと。手術にはどうしても血小板という一つの血を止める要素のものがなければならないから、その血小板が人間人様の3分の1しかないということが分かったんです。その3分の1しかないという原因をまた医者が調べてくれますと、骨髄異形成症候群、いわゆる人間には誰にも血を作る臓器幹細胞があります。その幹細胞が放射線にやられたんでしょうという、私もこういう一つの原爆の放射線というものが人間の臓器の骨の髄まで傷めてしまうんだということを、またそれが
あるがために人間の血液がそうなればやっぱりちゃんと生殖繁殖能力を致すところの臓器も傷められるのは当然です。例えば19名我々仲間生き残りました。その19名のうち16名が結婚することができました。ところが16名のうち7名には子供がおらんのです。私を含めて。人間には23個のこの染色体があるんです。そうして異常というのがこの1番2番3番のこの場合はこの2番とここにある4番これがここと交差してつながってる。そうして元来は放射線が切るとこの切られたものは部位は元に戻ろうとする力は働くんだそうですが、どうしても元に戻らないでこういうふうに間違ったところと交差してしまう。こういう形で落ち着くと異常と言われるんですね。放射線の中でもガンマ線が切り刻むとこういう形になってしまういう非常に不幸な例がこの私の染色体の映像です。本当にこういう人間になると不幸なことです。もちろんこういう染色体を持った人間には子供を作る能力はありません。私が今でも力んでるのは人間がこんなにお粗末な放射線を扱ってたら本当に人類はこの地球上から潰れていくぞと衰退していくぞ、こういう人工的な放射線は染色体をこのように傷めてしまうものです。だからそういう点をもっと分かりやすく親切に説明をしてそういう地球上で住めるようになった我々の中に火を扱う動物人間というものと動物が分けられたのも火を扱う動物の人間と動物が分けられた。しかし今度は原子の火を扱う動物それは人間いうものが果たして未来永劫に原子の火を使いこなすことができるかとってもではない。そんなことはできない。そういうことを謙虚に人間も考え直してこの原爆というものがどんなに人間のいわゆる骨の髄まで痛めてしまうかということを悟って早く未来永劫人類を繁栄するならもっともっとその辺を謙虚に考えてほしいな。人類がもう核とは共存できないということをもっともっといろんな事例を挙げて世間に広めていただきたいなというふうに思っております。